こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、Google コラボラトリーで Python を始める統計関数と Excel データの利用についてお送りします。今回の動画の内容は以下の内容となります。Pandas の統計関数、Excel データの利用、データフレームに Excel データを読み込む、データフレームの表示方法、統計量の算出、ランダムサンプリングについて解説します。Pandas の統計関数を使って計算してみましょう。こちらにデータフレームをこう設定します。この時インポート Pandas で Pandas モジュールを、まず取り込んで、それを PD として設定します。そしてここでこのデータをですね、データフレームとして DF に設定してプリントして、まず取り込んでおきます。こういう形でですね、取り込んでおきます。そして最初に列ごとの統計量を求めてみましょう。まずこの平均値ですね、これを求める場合には、df.mean で括弧して、ここでこのままであれば列の平均値を求めることができます。こういう形ですね。C1 列、C2 列という形で求めることができます。この中省略してますけども、正式にはアキシスイコール、ここでインデックスとやった場合と同じ結果が得られるということですね。インデックス方向ですね。この縦方向に、計算された値が出てくるということになります。こういう形ですね。で、これを行ごとに、求めるにはっていうことなんですけども、これをコピーして、ここに貼り付けますね。ここのところ、中をですね、コラムス。こうすると、行ごとの平均値を求めることができます。こういう形になります。0行、1行、2行の、ここ平均値ということですね。で、これを、ここの部分、ここですね、ここの関数名を変えると、例えば std とすれば、これが標準偏差になってきます。ですね。で、ここを同じような形で、MAX にすれば最大値をこれで求めることができます。で、こういうふうな個別に求めることができるんですけども、一括して、統計量を求めることができます。これは describe 関数ですね。df で describe 関数を使ってやる。こうすると、これを実行します。こういうふうに、C1 列の個数ですね、ここ。個数。そしてこれが平均値、標準偏差、最小値、最大値、25% 耐える値ですね。50% 耐える値、75% 耐える値というように、代表的な統計量をまとめてこういう形で求めることもできます。今回使用するデータフレームはスライドのようになります。最初にインポートメソッドで Pandas モジュールを取り込み、DF にデータフレームとして C1 から C3 列まで辞書形式でデータを設定しています。データフレームは
ギノ図のようにインデックス0行から2行までのデータとなります。パンダスで統計関数を使用する場合、左のような関数が用意されています。平均値はミーン、標準偏差は STD、最大値はマックス、最小値はミン、分散は VAR、中央値はミーディアンとなります。列ごとにこれらの統計量を求める場合は、括弧の中は省略して構いません。正式に列指定をする場合は、アクシスインデックスのように指定します。行ごとにこれらの統計量を求める場合には、括弧の中は、アクシス一重引用符カラムス一重引用符と文字列により指定します。まとめて統計量を求めたい場合には、データフレーム名、ディスクライブと書きます。パーセンタイル値とは、全体を 100% として小さい方から数えて何番目になるのかを示す数値です。65% であれば、最小値から数えて 65% に位置する値を指します。また第一四分位数は 25%、中央値は 50%、第三四分位数は 75% パーセンタイルです。それでは Google コラボにデータをアップロードする方法について見ていきましょう。こちらの方ですね、この横の帯のところ、このファイルをクリックします。そうするとこういう形で広がりますので、この部分ですね、ここをクリックするとアップロードのフォルダがですね、例えばダウンロードとか、こうフォルダを選んでやるとかすればですね、こう表示されますので、目的のデータを選んでやって、ここで開くをします。それで、ここに警告がここで出ます。ファイルが他の場所に保存されていることを確認ください。このランタイムのファイルはランタイムの終了時に削除されますっていうことが出ますので、一時的に保存されるということですね。で、OK すると、こちらの方に、データが登録されていることがわかります。これを使って今からやっていきましょう。今回はですね、Excel データを取り込みました。Google コラボにアップロードされた Excel データを読み込むには、Pandas の関数を使用します。ポイント、リードアンダーライン Excel として、括弧の中にアップロードされた Excel ファイルのアドレスを文字列として書きます。そして変数で EF 用意し、その中に取り込んでいきます。この時アドレスを正確に読み込むには、アップロードされた Excel ファイルを右クリックし、パスをコピーでアドレスを取得し、リードアンダーライン Excel の括弧の中に貼り付けます。この時、一重引用符をつけることに注意してください。先ほど読み込んだデータフレームですね。これを表示する場合、取り込んでそのデータフレーム名を書いてやれば、こういう形で自動的に表示されます。で、ここを見ていくと、ここ5行ですね。で、下に5行で、これ、データの最後の部分ですね。最初と最後の5行が表示されて、中間はですね、表示されないような形で、出ています。で、データ件数はこちらにあるように、この場合は約3万個の5列のデータであるということがわかると思います。こういった場合ですね、この部分をもう少し少なめに表示するっていうことができます。で、これが、ここのセットオプションっていうのを使っていきます。で、ここで、PG のパンダスの、セットオプション。これを選びます。そして、カッコをして、ここで、リスプ、
ディスプレイドットマックスアンダーラインローで、ここで、上は10行ほど表示してましたけども、これをですね、例えば、4行表示にするっていうような形でセットします。そして、データフレームを、表示。これ実行すると、ちょっと間違えましたかね。ディスプレイマックス、ここですね。マックスローズ、ここがシングルクォーテーションで、ピリオドで、こういう形ですね。これで表示。そうすると、上2行、下2行というような形で、表示させることができます。じゃあ、これを用いて、取り込んだデータをディスクライブ関数を使ってですね、統計量の、まとめを表示してみたいと思います。df のドットディスクライブ。これで、計算すると、こういう形でですね、表示されますね。で、ここで上下が2行になってますので、通常通りの表示に戻すには、ここですね、10に設定してあります。そしてこれをこう実行すると、これ全部が表示されるというような形になりますので、間違えてですね、ここで、小さい値を設定すると、ディスクライブ関数を使ったときにですね、正常に表示されないという結果になりますので、注意してください。データフレームの表示行数を設定する方法について示します。PD、セットアンダーラインオプションの中に、一重引用符ディスプレイ、マックスアンダーラインローズ一重引用符カンマの後に表示行数を設定します。この例では、値を設定していますので、初めの4行と終わりの4行が表示されています。ここで10以上の数を設定しても合計10行以上に表示することはできません。こちらは Excel より読み込まれたデータフレームをディスクリバー関数を使用して表示した例です。この時先ほどの行数設定で少ない行数を設定した場合には、全体が表示されないことがありますので注意してください。それでは最後にサンプリングをやってみましょう。今、データフレームですね、こちらの方を表示してみると、こういうふうな形で、3万件のデータがありますね。これからこのデータから1件ほどどれかを選んでいくっていうやり方ですね。この場合はデータフレーム名の後にドットを書いて、サンプルっていうふうに書いて、カッコっていうような形ですると、ここで1件のデータが抽出されます。で、もう一回やると、今度は岡山店のデータですね。こういうふうに、実行するたびに、違ったデータを表示させることができます。この場合1件だけですけども、ここで、例えば50件のデータっていうふうにこう設定すると、ここで50行ほどですね、データをサンプリングして、ここで、取り込む
ことができます。で、これ取り込んだ結果を、例えば、ここで、データ、サンプルというふうな形で、イコールで書いてやって、こちらに入力してやって、で、これを統計量を求めるとか、そういうような使い方もできます。データ、サンプル。で、describe。というような形で計算することができるんですね。はい、これで終わりになります。こちらはランダムサンプリングの方法を示しています。df.sample の後に何も入れないと1行のみのサンプリングとなります。この括弧の中に行数を指定すると、その行数に対応したデータが無作為抽出されます。今回は Pandas の統計関数、Excel データの取り込み、データフレームの表示方法、ランダムサンプリングについて解説しました。次回は条件を設定したデータ抽出についてお送りします。ご視聴ありがとうございました。